通20。こんにちは。どうもどうも。いや、最近マイカといすぎてさ、そうやねんな部屋も一緒やから。確かにめっちゃいい人気合うわって思った時は、私食べ物しょっぱいの好きやん。確かそれを理解してくれるのはミーしかおらん。に間違いない。でもミーはたまにマイカのそのしょっぱさの加減にやめとけってなる時あるけど確かにそうなんかお互いさ、白ご飯とかに塩とかめっちゃかけちゃうタイプやん。その好きなお菓子が一緒。確かに似てるわ、しょっぱい系とか確かに食べ物は似てる、そうだってなんか例えばチャーハンがあります、なんか味薄ないっていうの絶対ここだけやもんな、みんな濃い濃いって言うもん、けどそこに薄醤い油ってでやったら怒られんねん。やめとけさすがにやめとけ。死ぬぞっつってなあとなんやろ、意外と似てるところ少ないよな。そうなんよ。服の好みとかもさ全然全然違うよ。確かに食べ物けど意外と生きてる。だからじゃない、似てないからこそ。マユカのちょっと怖い癖、マジで怖い。例えばミヒが早く家を出ないといけませんってなって、結構な確率で頭の位置がこう逆やね。ほんまに？結構で、うわこいつまたやったら何をしたらこうなるんやろうって思うくらい逆やったり、あとはこの間はこうないのが寝ててこうないのが寝てんねん。でも足だけバタ足してプール入る夢が見てたやんわ多分。相当海行きたかったよなと思って。それ次の日裁判やったもんな。そうそう。だからさ、ミーヒが早く出ていく時はそうやんか、で出て行って起きるやん、ほんならちゃんと枕に頭あるんやん。一回停してんな多分。なんやろミーヒの習慣、でもミーヒ習慣多いやん、決まってるやん全部が。何々して寝ようとか。なんか例えばコカローラして確かにでマッサージして寝るっていうそのルーティンがさ、もう絶対にあるやん。それが崩れへんのがすごいなって思う。なるほどね。絶対できへんからさ。まあ確かに前かやってくるわっつってさ行くやんリビング、運動してくるわっつって行ったら携帯さ10分ぐらいしてな。最近はメガネつけたまま寝て前かに怒られる。それはそう本当に最近メガネつけたまま寝てる。寝落ちな、ひどいよな。だってこの間帰ってきた時もメガネつけたまま寝てたみ。あの時期長い時間うん。取れへんのそれ。すごいなそれはそれで。寝相いいね。いや寝相いいやん、ほんまに動かへんこのままもん。寝てるからマジで動かへん。逆やな。そこまでも合わへん。全部合わへん。ここに三色団子とみたらし団子と緑茶、京都やからやろうな。和食和風なね。和菓子和菓子いいな。和菓子食べたい。だってめっちゃいい匂いするもん。緑茶飲める？飲める、飲めるようになった。あでも何かあるんやろ、みたらし団子食べたいやつ、京都の。あそう京都のさ、瓶にタレが入ってて、そこに団子がこう刺さってんの。あれやばいよな、ビジュアルガチで食べたい。でもほんまにあれテイクアウェイ来ちゃう時らへんに見つけて、でこれ帰った時食べようと思って、そこから何回か結構帰ってるやんか、もう一回も忘れんねんの。次の休みには絶対かなっつっていまだに食べてっていう。みーもあれ食べたい。どこにあるのか分からへんねんな。みーも知らんね、調べるわ。でも昔は三色団子の方が好きやった。めっちゃ好きやって。みーも好きやった。よくさ3パックに売ってるやん。3つ3入りで1パックのやつ。スーパーとかにな。あれがもう大好き。みーも好きやった。でなんかみたらし団子が好きな友達に、なんでみたらし団子が好きなんって聞いたら、だってみたらし団子4本入ってるやん、お得やんって言われて、確かに。そう3個やねんこれ。3本と4本やん。確かに考えたら確かに。でもちっちゃい時は絶対よもぎの最後の緑残してた。残してた。これ苦いからいらんって言ってた記憶があるもん。可愛いな。あとさ、ちっちゃい時までさ、おでんにもこういうのあるやん。それをずっと三色団子やと思ってたのね。だから好きやって三色団子が好きやから。でもそう気づいた。違うんや、別物なんやって、いつからか。可愛すぎやろ。ちょっと似てるけどな。美味しそう団子。ね、食べたい。終わったら食べろ。でも京都行ったらやりたいことやろいっぱいあんな。みひあれで。何？
まゆかのお姉ちゃんの家に行く。それずっと言ってるな。マジで行きたい。ね、一回来てんな。そうでもあの時さ、大雪やって、いろいろ行けへんくなっちゃったもんな。そう全然家の中でも楽しかったけど、もっと周りに楽しいものがあるって言うから、マジで行きたい。ほんまに行きたい。言っとくわ、喜ぶわ多分。言っといて。でも逆にミーヒの家に泊まりにも行きたい。あ、全然来てください。でミーヒの家ほんまに落ち着くよな、なんか。ほんまに？入って階段登るらへんからちょっとすごい落ち着く。なんでやねん。ミーヒんちやみたいな。でさリアンちゃんとかおってさ、そうでみんなでバーってやってる感じがすごい落ち着く。お、それは嬉しいです。一回やったよな、夜中にこんな焼きそばさ、リクと3人でさ、2時ぐらいやんなあれ、こんなん作って。でも意外といけたよな。全然いけた。ニジプロ見ながら食べてた。そうや、ニジプロ見ながら食べてた。やばいよな。懐かしい。マジであの時楽しかったね。戻りたいわ。お泊まりしたい。お泊まりやろう今年2泊3日ぐらい。そうしよう。普段から一緒におるっちゅう間違いない。寝る場所変わるだけやんな。間違いない。私だけが知ってる魅力ポイント。魅力ポイントね。まゆかは意外と甘えるところ。意外とそういうところがあるところと、行動力がすごい。それ前にも言われたわさっき。ほんまに？だって日本いたらさ、なんか部屋こもってんのに、韓国来た瞬間、韓国で時間があったら外に出ないともったいないっていう考えになっちゃう。わかるよ。なんか出れる時に出ようっていう考えになってコンビニ行くみたいな。いやすごいわ。ほんまにすごい。ミーヒは、だからこんなさ、こんな可愛いさ、可愛らしい顔して、意外と本当にサバサバしてるところ。今日声もガスガスやし多分ファン20が思ってる2人の会話がこんなにサバサバしてると思ってないと思う。確かに普段がこれやんか、だからなんか別に怖いとかも思われるかもしれんけども、普段がこれすぎて、なんかもう普通なんよ。間違いない。仲悪いとかじゃなくてこれが普通やし、なんかさ文字で言うとさ、びっくりマークも伸ばし棒も何もないよな。だからでもそれが意外と楽やったりする。間違いない。いやでも最初会った時は、もうなんて可愛い子なんやと思ったよ本当に。イメージだけからしたら。イメージ、まあ今も可愛いよ。今もよくやるやん。確かに。多分後でこれ髪の毛取ったらさ、またこんなのがまだ多分マイクがこうやってしてくると。ビーバーステステのマイクのラップが結構。あ、そうなんや。なんで？なんとなく。そのなんかリマからのあれをなんかマリカがブワーってやってでそこでちょっと気分上がる。移動してるだけやねんけど、移動してあの移動面白いよな。移動してるだけやねんけど、それを聞きながらテンション上がる。こうやってやめて。こうやって移動してテンション上がってラストにパーンっていうあの感じが結構好き。確かにね、そこ楽しいよな。みんなが踊ってあっちに行ってる感じをみんなも好きやし、あの移動結構好きやねん。踊りながらさ、いや最初の4セット動画見た時にマジであそこめっちゃ好きやねん。結構おもろいよな。いつもマイク側にフォーカスされるからさ、あんま映らへんけどこうやってみんな必死に。そうだよね。ミー気合わへんな。さっきから気合わへんな。今日あかんよ。あかんわ。どうぞ。ミーヒはその毎回ではないんやけど、たまにそのタイトル曲とかやったらさ送られてくるやん、その録音したその時間がある時はさ、なんか2回録音できるやん、練習録音とその練習録音のやつが送られてきた時に、みんな普通にうまいんやけどさ、そのミーヒのとこ来た瞬間編集したかのように合うのがなんかすごい聞いてて、いやミーヒすごいなってほんまにすごいなと思う。嬉しいですね。あと何やろ、ミーヒの歌で一番好きなのはアイアムの誰が演じのストップが好き。好きな人多い多分。それ好きやし、ネバイナも好きやし、全部好き。ノバディも好きやし、雪の花も好きやし、ほんまに全部好き。ミーヒとたまにさ2人で授業入るやん。あの時にミーヒが隣でバラード歌う時あるやんか。あれ結構聞いてる。なんていうの、聞いてるっていうかちゃんと聞いてる。恥ずかしい。そうなんかうまいなと思って、なんか先生に言われたとことかもさ、なんか一瞬で直すやん。だからほんまにすごいと思いながらずっと横でこうやって、マジ寝そうになんねんの。ありがとうございます。三宅ちゃん、あとはミーヒがマユカの好きなところ、定期っての時とかもそうやったけど、アドリブの
盛り上げとか、あとテイキットでさ、最後の公演やったから、アドリブしたやん、ああいうのめっちゃ好き。ほんまよかった。ミヒにはそういう対応能力がないからたまにテンション上がりすぎて飛んでいくけど。そうだからライブの時とか、イヤモニには、ミヒラには聞こえてるやん、マユカのそのアドリブを聞いたらすごいテンション。ほんまよかった。これからもしてください。やっていくわ。どうも。相手の一番頼もしいとこ、まずまだやっぱ長女やからさ、お姉さん気質なんよ。だからそのサムギョプサルとかも絶対ミーヒが切る絶対ミーヒが切ってなんか適当にこうやって配ってくれるし、なんかいるみたいな、全部やってくれるし、なんかどっちがお姉ちゃんなんか分からへんくなる、それの瞬間なんか家でたこ焼きパーティーした時とかもさ、なんかずっとたこ焼きやってたやん。やってた。だからそういうイメージやな。すごい年下やけど頼もしい。ポジションが長女やったもんでね、なんか逆に次女やん。だからすごいなんか、ああ長女こんな感じなんやみたいな最初20でこうやって喋った時にもう妹って感じやったから、普通に普通に絶対妹やろうなと思ってたら、妹2人いるやん、ミーヒが。だからと思っててんやん。だけどその電話してるのとか、その家行った時とかのなんかそういう感じがめっちゃお姉さんやから、確かにお姉さんやわと思って。早くみんなにそういうとこ見てほしい。多分なミー長女ですって言うやん、結構な確率でって言われるの、最初はね、一人っ子か末っ子やと思いましたってみんなに言われるの。マジそういうところを見せなあかん。でもほんまにそれ見たら納得すると思う。結構今イメージ長女やもん。ほんまに、20の中で唯一の長女やからな。マユカの頼もしいところな。マユカの頼もしいところあんま頼りないねんな。あるんやけど、なんかあんねん。マユカはミーヒ的にちょっとすごいちょっと気にかけちゃうの。なんていうの？ちょっと抜けてるやん。今日の朝とかもさ、マユカもうでんでん。あれほんまにミーヒよくしてくれへんかった。なってた。でなんか携帯つかへんかって、なんでやと思ったら自分で多分電源まで切って。だから一人やったら本当に寝坊してた。もう怖い本当に。一人暮らしあかんな。絶対あかんわ。毎日遅刻やで。毎日遅刻。逆にいけるかもしれん。気張って。確かに寝れへんかもしれない。確かに。マユカはすごい優しいからすごい周りが見れて「大丈夫?」とかたまに LINE とかしてくれるやん。だからそういうところがすごい周り見れてて優しいなって。どうも。なんかミーヒとあんまこういう話マジでせんやん。それがちょっと気まずいよな。恥ずかしいわ。間違いない。なんやろ、ミーヒのありがたかったことは、いっぱいあるけど、なんていうんやろ、サバサバしてるから、あんまり大丈夫ってやるタイプではないやん。やけど意外と本当に裏でめっちゃ心配してるタイプやん。だからなんかそのメンバーが例えば体調悪かったりしたらさ、その子じゃなくてさ、周りに大丈夫って聞くタイプやん。それを見てなんかなんていうんやろ、ありがたかったことっていうか、すごいなんか可愛いなと思って。なんかだから例えば自分が体調悪かった時にさ、リクとかにさ、なんか部屋閉じこもったらリクに大丈夫とか聞いてたやんか。ミーヒも心配してくれてるんやみたいな。なんかごめんやけどありがとうみたいな、なんかそういうのが多いミーヒは。確かに、その人に直接行けへんねんな。まあでもいいと思うよな。誰かがないって言っても絶対大丈夫って言いに行けへんもんな。いけへんな。それはマユカもやと思うけど、無理。ちょっとだから2人でさ、よくさやってんねんな。でまこちゃんとかマユとかが言ってくれるから、で後でどうやった恥で大丈夫かなって見つめてる。結構多くない？2人で言ってること多くない？多い。鮮やかと。確かに。ほんまにマジで面白いわ。結構なんていうの、普段こんなさ深い話してやんから結構気まずかったよな。なんか深い話にならへんねんな、いつも。それなーっつって。そう2人ともさこんな性格してるからさ、ここまで絶対下がらへんやん。まあでも素敵な話でした。よかったですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では帰りますね。さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。